裏地付きのショルダーバッグの作り方です。裏がついていて、以前作ったものよりも少し大きめにしています。大きさは横が34センチ、縦が21センチ、まちが6センチです。紐は今回110センチの長さになっています。お手持ちのカバンと比べて長さは調節して作ってください。使っている生地は表がオックスプリントで、裏は今回綿ポリ生地を使っています。接着芯は貼らずに柔らかく仕上げた方がかけた時に自然な感じになります。材料はこちらです。表2枚、裏2枚、ファスナー用のタブ、それと紐です。型紙を取るときはこちらの型紙を使っています。大きめに切っておいて、バッグなどはサイズに合わせて折って使います。ファスナーを34センチにカットします。端にタブをつけます。細長く置いて上下を1センチずつ折ってアイロンを当てます。折ったものを中表にして両端を5ミリの縫い代で縫います。両サイドを5ミリ縫ったら軽く糸をさばくぐらいに切っておきます。表に返してファスナーの端にかぶせます。ファスナーの端にかぶせて1センチぐらい中に入れて端ミシンをかけておきます。紐を作ります。今回は2枚をつなげて作るので、中表に直角に合わせます。角から角まで線を引いて底を縫います。このように縫えました。縫い代を1センチ残して切り取ります。アイロンで縫い代を開いて紐状にします。半分に折ってそれを内側に折って紐状にします。アイロンをかけたら両端に端ミシンをかけます。こういう紐を縫うときはそのままこう合わせたところを縫っていくとずれていくことがあります。そうならないために手前を少し向こう側へこうふっくらさせる感じで押さえて縫っていきます。一手間かけると最後がきれいに合います。表布2枚の端から5センチのところに印をつけます。ファスナーをつけます。今つけた端から5センチのところ、ここからここまでつけます。ファスナーを裏返して留め具と印を合わせます。ここが留め具で印とこのように上が5ミリくらい開くぐらいにして留めます。印から印までミシンをかけます。ファスナーをちょっと軽く締めて反対側にもファスナーをつけます。中表に合わせてさっきつけた端から5センチの印と留め具を合わせて留めます。反対側も印が合うように合わせて留めます。このように留めてからファスナーを開けて印から印まで縫います。クリップで留めます。軽く留めて裏側から
縫い目の下を縫います。こちらを縫うときは今縫った端から5センチより1センチ外側、ここから縫い始めます。端も1センチ外側、ここまで縫います。後で紐を通すので、ここのところは4センチ開けておきます。ファスナーのある方はこのように横にずらしておいて、手で押さえて端から4センチのところから縫い始めます。縫い目の下を縫います。こちらの端は裏布側に折り上げて閉じます。端から4センチの印のところまで縫います。反対側も同じようにさっき縫った縫い目の1センチ外側から縫い始めます。これは縫い始めが端になっているので、裏側に折り上げて閉じて、ここから縫い始めます。端のちょっと手前まで来たら、同じようにファスナーを3センチぐらいずらして、このように表と裏がついたら、表裏それぞれアイロンをかけておきます。縫い代は下に倒して、ファスナーに触れないように注意をしてアイロンをかけます。裏側からもかけておくと仕上がりが綺麗です。端はこの横のラインで揃えて、このように折ってアイロンをかけておきます。ファスナーを少し締めて内側に入れて、表同士裏同士を合わせて周りを留めます。裏側の底を5ミリぐらいカットしておくと仕上がりがすっきりします。裏側の底に真ん中あたり10センチの返し口を作ります。返し口を開けて、今回はこのように分かれているので閉じて、ここから返し口のところまでと、そこから上に向かってこの端まで1センチの縫い代で縫います。表側も同じように縫います。縫い代を開いてアイロンを当てます。4つの角に6センチのマチを作ります。真ん中から3センチずつ6センチの線を引いて、そこを縫います。縫い代を1センチ残して切り取ります。返し口から表に返します。返し口を内側に1センチ折り込んで端ミシンをかけておきます。このように縫い閉じました。裏布を中に入れます。ファスナーを全部開けて、縫い代を開いて内側に折ります。裏布も同じように縫い代を開いて、さっき軽くアイロンをかけていたので、アイロン線に沿ってこのように合わせて留めます。反対側も、こちらはファスナーがないので折りやすくなってます。縫い代を開いて内側に折って、紐の端から1センチのところに印をつけます。紐がねじれてないかチェックします。
この印を縫い目の真ん中あたりにくるように、このように合わせて留めます。紐を挟んだ状態で一周端ミシンをかけます。縫いやすいこのファスナーのない紐付けのところから縫い始めます。これで出来上がりです。